モンなのだ。今回は結構時間が空いてしまったのだけど、マジェスティ125のエアサス化を進めていきたいのだ。今どの辺りまで進めたかというと、フロントサスペンションは自作アダプターを作成し、車体の上下や走行は問題なし。リアは車体の上下はできたけど、サスを完全に上げても下回りをこすってしまうし、コーナーでは一切車体を傾けられなかったので修正して、ご覧のように問題なく走行できるようになったのだ。ただし見ての通りなのだけど、まだエアコンプレッサーを搭載していないので、前後どもにエアを充填してからバルブを閉めて走行したのだ。そんなわけで今回はエアコンプレッサー、エアタンク、制御用の電磁弁などを車体に搭載していくのだ。搭載するのはこちらのメルテックミニエアコンプレッサーで、12V駆動で 3.5 リットルタンクなのだ。もともとはタイヤにエアを入れたりするためのものだけど、信頼性が高いのでこれを加工してつけるのだ。通常のマジェスティ125ならメットインに収まるのだけど、僕のマジェスティ125はとことん低さを追求してエアサスを完全に下げると、ご覧のようにフレームの一部が着地するまで下がるのだ。するとタイヤとその上にあるメットインが当たるのだ。当たるというか10センチ以上めり込むのだ。純正のメットインなしでここにコンプレッサーを搭載するのも可能だけど、どうせ捨てるなら加工して使うことにしたのだ。このように干渉する部分をがっつり切り取って、穴を開けた部分に合うように段ボールで型を作り、 FRP を重ねていってフェンダーみたいなのを作っていき、できたのがこちら。少々形がいびつだけど、どうせほとんど見えなくなってしまうので、水やホコリが入らなければそれでいいのだ。問題はここにコンプレッサーを収めるには、計測した感じだと許される誤差は数ミリで結構シビアなのだ。微調整を繰り返してとりあえず乗っけたのがこちら。なんとか全て収まったのだ。青いのがエアタンクとコンプレッサーで、ちょっと見切れてるのがビブレーターとエアドライヤー。コンプレッサーの下に電磁弁を収めたのだ。今後多少の変更はあるかもしれないけど、基本的にはこのレイアウトでやっていくのだ。次はスイッチパネルだけど、そこら辺に落っこちてたカーボンの板と適当なプッシュスイッチを使って作ったのだ。機能面ではこれで十分だけど、他に何かかっこいいのがあったら買えるかもしれないのだ。一通り揃ったので取り付けるのだ。枝豆モータース。まずはスイッチパネルをつけるための穴を開けるのだけど、薄暗くてごめんなのだ。こんな感じで容赦なく切っていくのだ。最高速度でぶち抜いたね。そんなわけで穴が開いたのだ。ここにスイッチパネルを突っ込んでビスで適当に固定して完了なのだ。周辺がボロいのはエアサスが完成してから補修とオールペンをするから見逃してほしいのだ。シンプルかつ出っ張ってないから誤って押してしまうことがなさそうでいいと思うのだ。次はコンプレッサーなどを搭載していくのだ。さっき細かな配置は見てもらったけど、このように一つのユニットにすることにより、組み立てはもちろんだけどメンテナンス性も良くなるようにしたのだ。つまり組み立てはこのメットインごと積み込んで、コネクターでホースや配線をつなぐだけの超お手軽仕様なのだ。積み込んだのでテストしてみるのだ。ちょっと動きが急すぎるので後で調整するのだ。あれ？他の電磁弁が動作しないのだ。なんか強い振動を与えるとたまに動作するので、どのご家庭にもある自動車整備用ハンマーで殴りつけてやるのだ。車高を下げるためだけに燃料タンクの搭載位置とか変わっててシートダンパーがつけられないので、車のボンネットを支える棒みたいなのを作ったのだ。ちょっと動いたのだ。これで前後とも全下げ状態なのだ。スイッチをしながら叩いてるとたまに作動するのだ。他にもいろいろ試したけど、僕が出した結論は電磁弁不良。中華製最安値はダメだったのだ。というわけで新しい電磁弁を即注文。
4個でいいのにミスって5個注文しちゃったのだ。まあとりあえず予備ということにしておいて、何か他に用途を思いついたら使うのだ。中身はこんな感じで、さっき動作不良を起こした電磁弁の倍の値段するので、きっちり梱包材に守られているし、メーカー名も入っているのだ。中国のメーカーなんだけどね。とはいえ誇らしげに大きくメイドインチャイナと記載され、メーカーホームページの QR コード入りカードが入っていたり、製品への自信が感じられるのだ。ちなみに最初の電磁弁はペラペラの箱に梱包材なしで無造作に放り込まれ、激安中華製あるあるな妙に丈夫なビニール袋にテープぐるぐる巻きで届いたのだ。そんな製品に比べたら雲泥の差で成功間違いなしなどと何の根拠もなく確信しながら組み上げたのだ。そしたら車体にこれをインストールして再度テストするのだ。では取り付け完了したのでテストしてみるのだ。今回は見やすいようにそのまま操作するけど、本来はまたがった状態での操作を前提に作っているから、少し危ない動きをすると思うのだ。フロント下げ問題なし、リアの下げも問題なしだけど、サイドスタンドを出しっぱなしだったので、スイングアームが強く地面に当たってしまったのだ。これで完全着地なのでスタンドなしで自立するのだ。フロント上げ問題なし、リアの上げも問題なしだけど、もうちょっとストローク量があると助かるので、それは今後アップデートするかもしれないのだ。以上でテスト終わりなのだ。まだスイッチとか細かな部分を改良する予定だけど、とりあえずこれで完成なのだ。フロントが思ったより下がってないように見えるけど、それはアンダーカバーをつけてないからなのだ。取り付ける場合は少々カットしたりしないと、自宅前のスロープで破壊しちゃうと思うのだ。エアサス前上げでもスロープでこすってるんですけどね。当たり前なのだけど、これでやっと基礎が完成した状態で、やっと改造のスタート地点に立ったようなもので、これから隠し透過類や伝送品だったり、外装パーツの作成や塗装などやることが山ほどあるので、よかったらこれからも見てくれると嬉しいのだ。それと高評価、チャンネル登録もお願いするのだ。ではまた次回お会いするのだ。バイバイ。